皆さんこんにちは、みさとです。私は今ジャンボフェリー神戸発4便で高松東港に着いたところです。時刻は0時ちょうど。神戸を19時45分に出港して4時間15分の船旅をしました。この時間帯だと乗り継ぎの連絡バスに乗って高松駅付近のホテルに宿泊して朝一から四国の旅を開始という感じでしょうか。この後の神戸が深夜1時発のジャンボフェリーで四国に来ると高松東到着が5時15分、所要時間4時間15分の夜行便で寝ていられる時間は結構短くなります。ということもあってかジャンボフェリーさんが高松東港で新しいサービスを始められました。2月2日から開始の休憩スペースのサービスを利用してみます。この中が高松東港の待合室で、手前にフェリーの待合スペース、奥に切符売り場があります。正面に見える2月2日休憩ブースちょっとコマオープンと書かれているこちらを今回は利用させていただきます。では最初に切符売り場左にあるちょっとコマ利用の受付をします。メールに来た QR コードをスキャナに読み込ませてカメラ認証をするのですが、この時はカメラがトラブルだったようで窓口の方が対応くださいました。カメラ認証の後にフェリーの QR コードも読み込ませるのですが、今回はスタッフの方が対応されたのでなし。要はこのサービスはジャンボフェリー利用の方が利用できる休憩スペースですからね。スタッフさんから QR コードを受け取りました。これが入退室の鍵になります。立林2や葵の船内と同じように QR コードをリーダーにかざして認証 OK。ちょっとコマのエリアに入ります。入るとここで靴を脱ぎます。右に給室のブースが並びます。私の部屋は 2S で奥から2番目です。入り口を仕切るカーテンは厚みのあるもので左右にあり、両方重ねて二重のカーテンになります。ブースの床は一段高くなっていて、下にジャンボフェリーの船内でよく見かけるトレイがあります。ここにキャスターバッグや靴を置くのですね。床は柔らかいです。寝台特急サンライズの硬く感じるのびのび座席と違って、これは下に何も引かなくても眠れそうです。ブースの広さは奥行き2メートルで横が1メートルだそうで、私170センチが寝ても少し余裕があったので、手前のトレイのエリアで20センチぐらいで、寝るスペースの奥行きは180センチぐらいはあるでしょうか。ブース内の案内です。天井に換気扇があります。こちらは紫外線殺菌灯。部屋にいない時に作動するそうです。床の方に照明のスイッチ、換気扇のスイッチです。換気扇は動かすとそこそこ動作音がします。そしてコンセントが2箇所。電気毛布の下に携帯品を置くトレイ。そして電気毛布ではなくて後でわかりますが電気膝掛けだそうです。寒い時期はありがたいです。除菌アルコールタオルにコロコロのクリーナーがあります。ハンガーは3つありました。入り口に置いてあった説明のファイルです。起きるときは自分のスマホの小さめにしたアラーム音やバイブ利用になりますね。高松駅の送迎バスの時刻表、タクシー会社の電話番号があります。レンタサイクルもあるそうです。ブース内は飲食不可、蓋付きの飲料のみ持ち込み可とあります。そこそこ乾燥はしますので、ペットボトルの飲料で寝ている間の水分補給は可能です。そして禁煙。ペットは禁止で、盲導犬介助犬は除きますとあります。そしてジャンボフェリー船内と同じく撮影禁止とあります。自分のブース以外は禁止。今回の私の撮影はジャンボフェリー様から取材のお誘いもありまして撮影させていただきました。ご了承ください。ちなみにこの日の女性用エリアの利用は私だけでした。飲食、会話、PC 作業は専用ラウンジへどうぞとあります。後で行ってみます。フェリーターミナル内の案内図。深夜帯は外への出口はバス発着の北側出口のみだそうです。ご利用ルールです。
フリー Wi-Fi の案内、ブース内の掃除に使えるハンディクリーナーです。各ブースの入り口にありました。最後のページに電気膝掛けと書いていました。毛布ではなくて膝掛けなんですね。寝るときに使ってみます。自分のブースから出まして、ちょっとコマの出口にある案内図です。お手洗い化粧室はここですね。外に QR リーダーがあるドアから出てみます。女性用エリア出口向かいにあるちょっとコマ専用ラウンジ、入るには QR コードが必要です。ラウンジ内はこんな感じのテーブル席になっています。コーヒーはフェリーにあるコーヒーと同じく100円、紅茶も100円だそうです。ミニカップ麺もありますね。電子レンジがあって、こちらでチンして食べる冷凍食品を温めることができます。水、お湯、お茶は無料になっていました。お食事ができるお店はラウンジ営業時間外のお昼の時間帯に営業されているようです。このラウンジ、コンセントもあるそうですが、外とのパーティションのここにありました。以上が専用ラウンジでした。このラウンジ入り口横にコインロッカーがあります。料金は300円です。2月6日の時点ではこのコインロッカーと窓口での荷物預かりがありました。さて0時53分、1時発の便に乗る方はもう乗船されて誰もいません。ブースの中にいると乗船待ちのお客さんの声がかすかに聞こえましたが、もう朝の1便までお客さんは来ないのでしょう。化粧室を見てみます。綺麗で清潔な化粧室です。奥に着替えができる更衣室がありました。歯も磨き終えまして自分のブースに戻ります。あんまりゆっくりしていると睡眠時間がどんどん短くなります。サンダルを履いていましたが、これは持参したものです。空気枕も持参しました。一つ持っていればフェリーの中やサンライズののびのび座席、いろんなシーンで役に立ちます。耳栓もあった方がいいですね。集中して眠りやすくなります。大きなキャスター付きリュックは下のトレイに置きました。そして電気膝掛けをかぶっています。それではおやすみなさい。おはようございます。起きて身支度してコロコロで掃除しています。ご利用の流れの説明に掃除をして退出するとありましたので、退出前にこうしています。最後に忘れ物がないか確認してブースを出ます。アンケートがあったのでスキャンして後で回答しておきました。ちょっとコマのエリアから出ました。ドアを閉めるときはそっと閉めた方がいいかもしれません。この日は女子ブースに他のお客さんはいなかったので大丈夫かと思います。チェックアウトの手続きは特にないので、このまま連絡バスに乗るかフェリーに乗れば OK です。ちなみにこの日は到着のフェリーが少し遅れ、バスの運転手さんが早めにバスに乗れるようにしてくださいました。ありがとうございます。バスの車内にもちょっとコマの案内がありました。リズリン2の到着です。さてこのちょっとコマのサービス、カプセルホテルとネットカフェ個室の中間的な感じがしました。走らないサンライズののびのび座席と言ってもいいかもしれません。寝具類はないので、フェリー利用前後の休憩追加仮眠ができる場所という位置づけでしょう。睡眠を長くとりたければ、フェリーを降りる前に歯磨きを済ませる工夫も良いかと思います。ちなみにお風呂やシャワーはないので、私は駅の青い線内で入浴を済ませています。料金は夕方17時30分から翌朝8時までで3000円。一番安いのが高松に朝5時に下船して8時までが1500円。それぞれプレミアム席利用だと500円安くなります。今回の私の利用だと2500円。プレミアム席利用で2000円となります。いずれもジャンボフェリー予約とセットでの予約になり、ちょっとコマ単独での利用はできません。
あくまでフェリー利用前後の休憩ブースというサービスなのですね。退出後の高松東港から高松駅への連絡バスですが、今回の5時だとバスがありますが、8時ギリギリまで利用だと連絡バスはありません。タクシーを利用するか、一番近い鉄道の駅は琴電の沖松島駅で徒歩24分だそうです。フェリーからの下船が始まり、バスに乗車。こうして高松駅に向かいました。ちょっとコマの紹介動画はここまでになります。次回の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。